田口祐介、普段は、商品開発のデザインやクリエイティブディレクションなどをやっています。伝統工芸とか、職人さんとものを作ってそれを人に伝えていくっていうことを主にやっています。で今回の展示会はこの素晴らしい花屋さんでデザインをしたフラワーベースで、このフラワーベースもフィレンツェの木工旋盤職人さんと一緒にコラボレーションとして花の器を作りました。で花の器があるべき場所、お花と一緒にその空間を楽しんでもらいたいなと思いまして、こういう企画をしています。タイトルは「シセンテウンソフィオ・ビターレ」っていうんですけども、日本語に訳すと、命の息吹が感じられますかっていうことで、もともとやはりそのフラワーベースっていうものも自然物が生きている状態っていうところを、さらに花が植物が加わることで一体となるようなイメージでこのスパイラルのデザインを考えました。でそしてそれが今度はこの花の器を持ち帰ってもらったお客さんだとかも含めた関係性というか、それをイメージしてこの螺旋状にしています。最初はこのデザイン自体も一つ二つのアイデアとしてその職人さんに提案したんですけども、彼もいろんな開発をしてくれて、例えば割れてしまった部分に蝶つがいをつけてそれも一つのこの花の器の特徴として仕上げてもらったりだとか、逆に柔らかいイチジクの木のようなものは少し潰して有機的なフォルムにしてもらったりだとか、それが自分の思うデザイナーと作り手のあるべき姿かなと思っているので、今回の作品についてはとても満足しています。よりパーソナルな部分、仕事としてっていうよりか、もう少し本当家族を紹介したりだとか、自分のルーツはここだとか、彼はこういうものが好きなんだっていうのも自分からも言いますし、彼らからも言ってくれますし、それを積み重ねながら、しかも年月を重ねながらだんだんと関係性を作っているような感覚はイタリアの方が強いかなと感じています。なのでいわゆるそのデザイナーがデザインしたものを形にするだけっていうわけでもなく、やっぱりその相互関係がより発展していく、そういう即興性だとか、こっちが良かったら別にもともと考えたものと違うけどいいじゃないというか、そういうものをイメージしています。コロナが明けた今回も含めて3回展示をしたんですけども、それぞれ場所はとても僕は大事だと思っていて、一昨年やった時は物が生まれてくる、テラコッタの工場に来てもらって、でそこはとてもゆっくりした空間でゆっくり一つ一つ一つ物を前にして対話ができる場所だったんです。で去年テノアミラノというところで、畳を紹介させてもらったんですけど、そこも座りながらくつろぎながら話しながら物を使いながら話ができる。で今回ももちろんこうやって花が生けてある状態でそのあるべき姿を一緒に対話できるっていう部分を大切にしたいなと思っているので、じゃあこれをもう少し幅を広げて工芸手作りに関わる職人さんだとか、あとは使い手デザイナー、それぞれが物を交えて使いながら対話できるようなイベント企画をこれからの夢としてやっていきたいなと思っています。